大スクープです。今日の取材でとんでもない事実、本気で全国民10万円給付を目指しているということが分かりましたので、早速お話しさせていただきたいと思います。本気で全国民10万円8月給付実現へ特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方のご覧になっていただいていることがほとんどだと思います。で、個人の方で新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたい、あるいは給付金が申請始まったらすぐに申請をしてできるだけ早く給付をされたい、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい動画が出た時にチャンネル登録しておいていただくとすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金10万円の2回目はまだあるかないかっていうことは分かってないんですけれども、それが実現する可能性ということについてのシナリオを解説させていただきたいと思います。まず特別定額給付金っていうのは何かというと、コロナ禍にやった全国民を対象にして1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、これは国民の生活がコロナ禍と同じかそれ以上に苦しいというふうな実感があるというところですね。なのでこの1人10万円給付の2回目ぜひやってくださいという声がめちゃくちゃ上がってきているというようなことですね。で、そもそもこの特別定額給付金っていうのは国民の声を受けて給付が決定したといったような経緯があります。もともと特別定額給付金っていうのは、1世帯30万円給付ということで閣議決定していましたと。で、ただその閣議決定した後に世論調査で国民の声として1人10万円がいいですというものがありましたと。で、その国民の声を受けて公明党が自民党に1人10万円給付ということでやっていきましょうよということで突き上げて、それを受けた自民党は一度決めた閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したといったような経緯がありますと。ただこの時は自民党と公明党といったような形で与党で協議をされていましたと。で、実は今この10万円給付っていうのを政策にしている政党もありますと。それは国民民主党であるとかれいわ新選組ですね。国民民主党は1人10万給付ということで言ってますと。れいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回ずつ10万円を給付すると、その財源もありますということで言っています。ただ先ほど言ったように、与党で協議されるのと違ってこの野党にとどまるというところですね。国民民主党、れいわ新選組は10万円給付ということを政策にしているんですが、野党にとどまりますということですね。で、このまま野党が言っているだけなので国民の声としては10万円給付ということで望まれているものの実現しないのかということですね。大逆転のシナリオはないのかということなんですが、逆転のシナリオもありますということですね。今国民の声としてはとにかくコロナ禍よりも苦しいというものがあります。それは物価が上がっているのに給料は下がっていると、あるいは全然上がってないといったような状況があります。物価、例えばスーパーに行っても食品がですね、2割3割去年より上がっている、あるいは物によっては5割上がっているっていうのもざらにあったりとかします。であるのに対して給料は上がっていないという状況ですね。新聞とかではベア 5% とか、いろんな企業上がってますっていうふうなこともあるんじゃないですかというお声もあると思いますが、それはあくまで大企業に限ったことです。我々の国民、一般的な国民の大半が勤める中小企業においてはほとんど上がっていないといったような現状があります。物価が上がっているのに給料は上がっていないということで国民はめちゃくちゃ苦しい、コロナ禍よりも苦しいといったような実感があります。それが岸田首相、岸田内閣、あるいは自民党の
超低支持率といったようなものにつながっています。こういった国民の1人10万円給付というものを求めるような非常に苦しい状況はあるんですけれども、この首相はそういった声を汲み取らないんでしょうかと、国民の声を気にしないんでしょうかというと、実は岸田首相にはそのまま首相で今居続けるためには国民の声を無視できないといったような現状があります。首相で居続けるためには解散が必要といったような状況があります。これは何かというと、実は今年の9月に自民党総裁選があります。そしてその約1年後には衆議院の任期がやってきます。このまま低支持率の岸田首相を自民党の総裁として再選させて、そしてその1年後の衆議院選挙に挑むということになれば、岸田首相の顔で、岸田首相を自民党の顔として選挙に挑むということなので、もしかしたら自民党の議員として考えるのは、このままだと自分の議席を失ってしまうんじゃないかなというふうに考えるはずです。なのでこの今年の9月の自民党総裁選で岸田首相を自民党の総裁として再選させるということにならない、岸田おろしということで、首相を辞めなければならなくなってしまうということが考えられます。なので岸田首相としてはこの自民党総裁選、9月の自民党総裁選の前までに衆議院を解散して、自民党は議席を減らすかもしれないんですが過半数を確保するということで、国民の信を得ました。なので総裁として再選させてくださいということで再選をするというシナリオを狙っていますと。で、そのタイミングとしては岸田首相はこの6月を狙ってるんじゃないかというふうに言われています。なぜかというと、政治資金規正法の改正、今回この低支持率の原因ともなっている裏金問題ですね。その裏金問題に対応する政治資金規正法の改正をこの1月から6月までの通常国会の中で行い、そして減税も実は6月にスタートします。その6月のタイミングで減税もスタートしましたよね。政治資金規正法の改正もしました。裏金に対応しますということで、国民の支持率を少しでも上げて解散をする。自民党の支持率が少しでも上がったところで解散をしていくということを狙っています。さあ、本当に6月に解散というのが行われるんでしょうかというところを確認すると、衆議院解散はいつあるのかということですね。これは参議院の予算委員会でこのいろいろな党の方が岸田首相との質疑の中で質問をしています。れいわ新選組の山本代表、岸田さんいつ辞めるんですかという質問をしました。そこで岸田首相は今は考えていませんと。なるほどと。国民の信を問う必要があるんじゃないですか。いつ解散しますか。今は考えていないと繰り返します。さらに、裏金問題で国民の信を問う必要がありますよと。いつ解散するんですかともう一度聞いたところ、今は考えていないということで、さあお気づきになりましたでしょうか。今は考えていない、今は考えていない、今は考えていないと3連発で、もう解散は一切考えていないんではないかというふうにも思いがちなのですが、とにかくこの頭にですね、今は考えていない、今は考えていないということでお答えになってますということですね。さらに立憲民主党の辻元議員が、総理4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかということで質問したところ、ちょっとニュアンスが違う答えでした。岸田首相は全く考えていませんというお答えです。さあ、この2つを合わせると解散は一切考えていないんじゃないかというふうにも取れるんですが、この岸田首相が何気なく答えた言葉の端々を考えていくと、今は考えていない。だから考えている可能性、今は考える機会が来るかもしれないということですね。今は考えていないというだけなので。さらに4月の解散っていうのは全く考えていないということですね。じゃあこの自民党総裁選までにもし解散をするんであれば、6月の解散になるということが見えてきます。6月の解散はしませんとは一切言ってないんで、解散は今考えていなくて4月は絶対しませんというふうに言ってるので、じゃあ6月解散というところが見えてきますということなんですね。さあ、岸田内閣の最新の支持率確認していきたいと思います。3月の頭に行われた JNN、つまり TBS 系ですね
の世論調査の会社の支持率の、最新の情報によると、岸田内閣の支持率は 22% ということで過去最低を更新したと。不支持率は 74% にも上っているといったような形です。2月にやった、各社、世論調査の各社のですね、この最新の支持率についても、軒並み過去最低を更新しているといったような状況です。この低支持率なので、いよいよ諦めたかと。ここで解散するということもなく、もう2024年の9月、今年の9月で自民党総裁選を持っての任期を持ってですね、退陣するんではないかということも普通であれば考えるんですけども、いや解散で勝負でしょと絶対に岸田首相は考えているはずです。というのも、去年の同じ時期、この通常国会が終わるぐらいの時期にですね、マスコミから解散しないんですかというふうなことで質問されたところ、状況で判断というふうに岸田首相は言ってらっしゃいます。さあ、岸田首相の発言から何が見えてくるかということです。もうとにかく首相で居続けるということは絶対考えているはずです。で、この状況で判断というふうに去年の時期でも述べているように、解散のタイミングを見誤ってきたというだけで、解散については岸田首相は常に考えています。そしてこのベストなタイミングで解散をしたいということで、今タイミングをおそらく狙っています。狙って、そして自民党過半数確保して首相で居続けるというところをおそらく狙っているということですね。ただし今回はさすがに国民も怒っていると。この低支持率ですと。もし衆議院選挙を実際に行う、衆議院を解散し選挙ということになれば、自民党が大敗してですね、過半数割れをするということになる可能性もめちゃくちゃ高くありますと。で、そうなると自民党、公明党、いわゆる与党で過半数を確保できないというような事態になるので、さらなる連立、3党を超えるような連立の政権ということが必要になってきます。過半数割れて、例えば自民党が大敗したとしても、もしかしたら全体の党の中では第一党、つまり一番議席数の多い党ではあるという可能性はまだあるので、そうなると自民党、あるいは公明党に加えて、他の政党も入れて3党以上の連立の政権を作っていくという形になるということが予想されます。で、そうなるとどの政党と組むというところなんですけれども、さすがに立憲民主党とかそういうところと組むっていうのはまずありえないので、この自民党あるいは与党に近しい、より近いポジションにいるところの政党が連立を組んでいくということになります。そうなると対決よりも解決ということで、与党にもやや近いですね、是々非々で政策で一致したり、あるいは反対したりしていきますよということで、実際にやっている国民民主党というところが連立を組む可能性っていうのもあり得るというところですね。で、そうなった場合、国民民主党が、玉木代表ですけれども、例えば自民党が大敗して3党連立になったにもかかわらず、自民党が自分の党の総裁ですね、自民党総裁をそのまま首相に推すということはちょっと考えにくいですと。かつての村山政権のように、自民党が連立組むんですけれども、その一緒に連立を組んだ党の党首を首相として推すということで、例えば国民民主党が少し議席を伸ばして国民に信頼されるといったような政党になった場合は、その玉木代表が推されて玉木首相になるということも十分に考えられますとですね。で、さらにこの国民民主党、国民民主党ということでピンときた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。先ほどお話しした10万円給付を政策にしている党ということですね。国民民主党の政策としては10万円給付ということに加えて、消費税減税というものも政策にしています。これは実際に昨年の11月に参議院の予算委員会に消費税減税法案というものを出していますということですね。なので国民民主党がもしこの玉木首相というふうなことになれば、10万円給付に加えて消費税減税もやっていく可能性が高いというところですね。
消費税減税が望まれる理由というところをちょっと整理しました。望まれる理由というのは、こういった我々がこの給付金に関する情報を出させていただくと、結構消費税減税もぜひやってくださいということでコメントいただくことがあります。というかめちゃくちゃありますと。で、その消費税減税が望まれている理由というのをちょっと整理してみました。一つ目は消費税の負担が大きい。つまり、何かを買うことについて 10%、1割の税金っていうのがずっとかかってくるんで、負担が大きいですよということですね。それから経済的影響の持続というものもあります。その一番の逆なんですけれども、その 10% かかる税金がもしかからないということになれば、その分還元されている、その経済的影響がずっと持続しますよと。税金というのはずっと続いていくので、その 10% かからないということがずっと続いていくので、経済的影響が大きいですよということですね。で、それから消費の刺激ということもありますと。何か物を買うことについてかかってくるのが消費税です。それがかからないとなれば消費の刺激になるというようなご意見ですね。それから税負担の公平性。例えば所得税は収入が多いものに対してより多くかかって、収入が少ない人にはそれなりの税金がかかるといったような税金に対して、消費税は同じ金額のものを買うんであれば収入が高い人少ない人に関しても同じだけ税金の額がかかりますというふうな税金なので、それは公平ではないんじゃないかなというふうなご意見ですね。こういったような理由から消費税減税が給付金10万円もいいけれども、それに加えてやってくれるとすごい助かるというお声をいただいているという状況ですね。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、分かりやすく言うとこのストーリーが考えられますよと。自民党が大敗して玉木首相誕生といったようなシナリオを考えられますが、まさか首相になった時10万円給付あるいは消費税減税やっぱりやめたということにならないですよねということで電話して聞いてみました。もちろん玉木代表にお話聞きたかったんですけど、それちょっと聞くことはできずに、その本部の方にお話を伺うことができました。衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はありますけれども、この柱の政策10万円給付あるいは消費税減税ですねはブレる可能性は低いと思うというお話をされてましたと。なるほどと、信じますよと。じゃあもし国民民主党がこの3党連立というふうなことになって、玉木代表が首相ということになれば、この10万円給付消費税減税をしていくんですねと、実現に向けて動いていくんですねと、分かりました、信じますよというようなお話でしたと。で、全てはとにかく衆議院選挙にかかっているということですね。今このまま国民民主党が野党のままですね、10万円給付ぜひやりましょうよというふうに自民党にいくら言ったところで、与党ではないのでなかなか実現していくっていうことは低いというふうに思います。自民党あるいは公明党がこの10万円給付ということを謳っているわけではないですし、国会の中でですね、岸田首相がこの10万円給付というものについて質問をされたときに、この特別定額給付金のような10万円給付の給付金については、国難の事態、コロナ禍のような国難の事態に限りますというふうに発言しています。いやいや、国民としてはコロナ禍より苦しいと思ってますよと。コロナ禍は例えば旅行業、あるいは飲食業、あるいは交通に関するような仕事、そういった仕事の方はきつかったと思いますけど、我々一般的な国民の大半が従事している一般的な仕事についてはコロナ禍よりも苦しいですと。物価が上がって給料が変わってないんでコロナ禍よりも苦しいですよというふうに実感しているんですけれども、岸田首相としてはコロナ禍のような事態じゃないとやれないというふうに言ってますので、そういった与党の姿勢があるので、この国民民主党が与党の一員となって実現していくかないということですね。そうなるととにかく選挙にかかってくるということですね。ただこの選挙というのはなかなか政権をひっくり返しづらいと、特に衆議院選挙ですねというふうなものがありますと。それは何かというと、この選挙制度ですね、小選挙区制度の闇というものがあります。でまず一つ目、結局地元推しに入れてしまうというものがあります。例えばここは船橋市なんですけれども、この千葉県の船橋市でいうと、野田元総理という方がいらっしゃいます。で例えばその野田元総理がもし自民党で今自民党がめちゃくちゃ支持率低いといったような状況ですと。でさらには、もし裏金やってたというふうなことが報道されたとしてもですね、それがもし事実だったとしても、
自民党が要は支持率低いかもしれないし、あるいは裏金やってたかもしれないけれども、野田さんはその慣習でもしかしたら裏金やってしまったのかもしれないねと。だから野田さん個人的にすごい何か悪い意図があったわけじゃなく、もしかしたらそういうふうなことになったので、野田さんが考えてる考えとか政策についてはもちろんいいと思ってますし、地元ですごい頑張ってくれてますと。朝は駅の街頭に立ってですね、朝6時から9時までずっとビラを配ってたりとか、それから選挙活動ともなれば当然選挙カーに乗って地元を回ったり、あるいは最終日には雨の中ですね、船橋駅の北口の交差点のところに立ってずっと手を振ってると。傘もささずにですね、手を振ってるとなると、裏金やってたとしても、野田さんに入れてしまうかもしれないということがありますと。ということで結局自民党であってもまさかこの裏金をやってたとしても、この地元推しの議員、小選挙区の議員に入れてしまうというふうなこともあったりするかもしれないですというところですね。野田さん、野田元総理に至ってはもし裏金をやっていればですね、今回はそういうことということなので、出馬自体をもしかしたら辞退するかもしれません。なのでもう仮の話です。ただもし出馬したとして地元の人はそのまま押してしまって、投票するという可能性はあるかもしれないということですね。よく不祥事を起こしたような、議員が、全国自分の選挙区以外でいた時にですね、その、選挙区の人たちのリテラシーが問われるというふうなことをよくみんな言ったりするもんなんですけれども、意外とその不祥事を起こした議員もまた当選してきてですね、で自民党に復党といったようなことをしてたりとかします。なんでなのっていうふうに思うんですけれども、自分の選挙区に当てはめてみて仮に野田さんということで想像すると、意外とそこでその不祥事を起こした人に投票してしまうという気持ちもなんかわからなくもないかなっていうふうなことが思えてきますと。もちろんその野田さんはそのなんか不祥事があったってことは一切ないですし、今仮に自民党で裏金をやってたっていう話なんで当然そんなことはないんですけれども、そういうような小選挙区の、流れがありますということですね。でそれから与党アドバンテージっていうのもあります。例えば野田さんが自民党だったとして、それ以外の例えば党の候補がいたときに、もしかしてその自民党の支持率はすごい低いんですけれども、あくまで与党であるというところがあります。なのでもし自分の選挙区の当選した人が与党でない党になってしまうと、もしかして政権を握ってないので、その自分の選挙区、自分が住んでいるところに対して何か良いような政策っていうのを通りにくくなってしまうような可能性があるんじゃないかなっていうふうに想像してしまうということですね。もしかしたらそんなことはないんですけれども、そういう意識があって与党アドバンテージというものもあります。それから擁立されてない選挙区があるというところもあります。小選挙区、あるいはこの自分が推したい政党があっても、この小選挙区の中でその推したい党の立候補者がいないということもあります。これは例えばちょっと前、10年ぐらい前で言うと、例えば維新がすごい全国的にいいぞというふうな評判があったときに、ただその関西重視でこの自分のこのなんていうんでしょう、選挙区には立候補してないといったようなことがあったと思います。なのでなかなか新しく出てくる党っていうのはいくら勢いがあってもですね、全国的にこの擁立されてない選挙区があるというところがあるので、なかなかその受け皿、世論調査するとすごい人気あるんだけれども、自分の選挙区にその擁立されてなくて投票できないということもあったりします。それから野党共闘っていうのがありえないっていうのもありますね。でよく野党共闘っていうのは自民党以外の政党が一緒になってですね、この候補ですということで、候補をまとめて立候補させるということなんですね。自民党でないと思うんであれば、もうこのどの政党かわからないですけど、その政党のこの候補に入れてくださいと。こんなこともありえないので、そもそも政策に納得して、考え方に納得してその人に投票するっていうのが選挙なので、自民党に反対であれば、考え方も政党もよくわからない人に、もうとにかくまとめてこの人に投票してください。そんなことはありえないですということですね。なので、この野党共闘みたいなことをしている以上、なかなかちょっと勝ちづらい。野党が勝っていくっていうことは難しいんじゃないかなっていうふうなところもありますと。じゃあどうすればいいかということなんですね。
で、とにかく比例にかけると。で、比例で絶対どこかに入れるっていうところにかかってます。絶対どこかに入れるっていうのは、例えば繰り返しですけど、じゃあこの選挙区で言うと、野田さんに、賛成していて野田さんに投票しますと。ただ、立憲民主党ではないなと仮にもし思った場合に、じゃあ立憲民主党に投票しないから、白紙で出すっていうわけではなくて、絶対にどこかの党には入れるってことですね。白紙にはしないってことです。で、そうすることで、その自民党以外の党の議席が増えるので、そういう意味で自民党が与党でなくなる可能性が広がってくるというところですね。なので、小選挙区、なかなか厳しいところがありますけれども、比例にとにかくかけて、絶対にはどこかに入れるというところがポイントになってきます。さあ、自民党の衆議院選挙の結果の予想というものをしてみました。自民党というのは現在260議席ぐらいあります。小選挙区190、比例区70ということで、意外とちゃんと小選挙区で勝ってきているというものがあります。で、そもそも、議席っていうのは、衆議院の議席っていうのは定数が465あって、そのうち小選挙区が289あります。大体 60%、61%、2% ぐらいあるんですけれども、この自民党の割合でいうと260分の190が小選挙区なんで、7割ぐらい、その元々の比率を超えるですね、小選挙区で各地でちゃんと勝ってきているというものがあります。なので、先ほどの流れに当てはめるとですね、小選挙区の闇というところに当てはめると結構勝ってくるんじゃないかということですね。なので、この小選挙区190のうちに、裏金議員とそれ以外の議員の議席を分けました。で、裏金議員、いわゆる政治資金収支報告書の不記載の議員というのは、82人いると言われています。衆議院が51人で、参議院が31人いるので、計算しやすいように190分の50人を裏金議員としました。で、その残りの140人は裏金議員以外の議員ということで、勝率をちょっと分けてみました。この裏金議員50人は、半分負けたとして、25議席残るとします。そして、140議席の小選挙区の残りの議員ですね。は、自民党逆風といえ、やっぱり地元強いので、ほとんど残ってくる。8割ぐらいは残ってくるということで考えて、112議席というふうにしました。で、比例は、これはやっぱり国民の、支持率がそのまま反映されるだろうということで、今の支持率最新で言うと 24.5% なので、その自民党の支持率ですね。そのまま当てはめていくと、全体で言うと、比例区は176議席あるので、そのうち 24.5% ということで、43議席確保するということになりますと。そうすると、260議席がなんと80議席減の180議席ということになります。さあ、公明党ですね。公明党は、皆さんご存知の通り、全国津々浦々の組織票で、多くは当選しているという形ですね。自民党とちょっと逆の比例区が、比重が高いということですね。で、比例区23というのも、そのまま残るだろうと組織票があるのでというところに加えて、小選挙区もおそらくその地域でガチガチで勝ってきているだろうということで、32議席、そのまま残るということで予想しました。というのも、そもそも公明党っていうのは別に裏金一切やってないんで、それはそのまま残ってくるんじゃないかということで予想しました。さあ、その結果、衆議院の結果、与党、自民党と公明党で合わせて212議席ということになりました。さあ、定数465のうち、絶対安定多数と言われている261をも超えている現状なんですけれども、その下の安定多数、その下の過半数をも下回る212議席ということで、見事に過半数を割れるといったような結果を予想してみました。さあ、ここで本気で全国民10万円8月給付実現へということで、本気で実現に向かっているということを予想させていただいた今日の取材についてお話したいと
思います。今日のこの動画の一番の肝のところです。さあ、ここで3党連立で与党になろうということを考えている国民民主党、本気なんですかということで今日電話して改めて伺ってみました。国民民主党本気ですかということですね。具体的に言うと、何名の立候補者を擁立しますかと。つまり国民民主党として何人公認で衆議院選挙立候補しますかというところですね。先ほど言った擁立されていない選挙区がある。小選挙区制度っていうのが、衆議院の大半を占めますが、擁立されていない選挙区がある。つまり国民民主党に入れたいと思っても擁立されていないっていう選挙区がほとんどであると、なかなかそれが議席に反映されないということですね。そこで国民民主党の本気度を確認しました。前回は立候補者21名で当選が11名という形で、なんと半分以上が当選といったような形になっています。さあ、今回は何名立候補しますかという形で伺いました。実際今7名というのが現職の衆議院議員で残っていて、あと23名が立候補する予定ですと、公認する予定ですということで、国民民主党のホームページに記載がありました。ということは、30名ぐらいが立候補する予定ですかということで、伺いましたというところですね。すいません。ちょっとその前に、この11名当選しているのに、なんで7名なのっていうことなんですけども、この11名の中から、前原さんをはじめとする数名、3人4人がですね、離反しまして、なんと、別の新党を立ち上げるということで国民民主党を辞めたといったようなことがあります。もともと国民民主党で、立候補して当選したにもかかわらず、新党を立ち上げる、他の党にあるいは行くとかですね、そういう場合は一回失職してもう一回出直しなさいよっていうふうに思うような意見があったりとかするのも分かりますし、実際そうだろうなっていうふうにも思ったりします。ただ今の流れで言うと、とにかく、国民民主党を辞めた方が数名いらっしゃるんで、現職としてはとにかく7名といったような形になってます。で、先ほど言ったようにホームページに23名表示があるんで、30名ぐらいですかということで、国民民主党に電話して伺ったところ、ありがとうございますと。今のところで言うと、そこに表示されているぐらいなんですが、これ以上に選挙に向かって立候補者立てるということで考えていますというお話でしたと。で、実際どれぐらいを考えてますかということで伺ったところ、なんと前回のほぼ倍増、40名を超えるような形で立候補者立てたいと思ってますと。なるほどですねと。本気でやるんですねということで、もし例えば前回と同じような、当選の確率、前回よりももしかしたら今回の方が勢いが増してたりとか、国民の期待も高いので、もし半数当選ということになれば、なんと20名がこの国民民主党の衆議院の議員という形になりますということで、さあお気づきになりましたか。この自民党公明党で、もしかしたら選挙の結果ですね、獲得できるであろう議席数と、この国民民主党が確保できそうな議席数20議席、あるいはもう数議席上乗せということになれば、自民党公明党国民民主党ということで、この過半数を確保することになって、3党の連立政権という形が完成するということですね。さあ、もしこの3党で連立完成した場合、その10万円給付最短の実現のスケジュールについて確認したいと思います。前回は閣議決定してからなんと10日ぐらいで申請開始といったような形になっています。さあ、もしこれで6月解散という形になれば、7月の中旬に選挙が行われて、8月の上旬、閣議が開催されるというふうな形になります。もし8月の上旬に閣議が開催ということになれば、下旬にはもしかしたら申請開始といったようなスケジュールについても本気で国民民主党が実現すると
いうことで取り組んでいるというようなことが今日の取材で分かりました。本気で全国民10万円8月給付実現へ特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報、今日の取材についてのお話をさせていただきました。で、先ほど言ったように、給付金に関する動画っていうのは、新しい情報が出たらすぐにお話しさせていただいてますし、あるいは申請を確実にしたい、あるいは確実に給付されたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになりますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それから、給付金に関する、動画を出させていただくと、かなりたくさんの方にご覧になっていただいてます。先ほど言ったように、消費税に関するようなご意見ですとか、この10万円に関して賛成反対といったようなご意見も本当にたくさんいただいてます。で、先ほど言ったように、やっぱりこの国民の声として、ぜひコメントにですね、本当に賛成反対の一言でもいいので、ぜひ入れていただければと思います。こういった、政治家の方とか、与党の方、あるいはこういった国民民主党の方もご覧になっていただいていると思うので、我々国民の声を少しでも届けて、実現というふうな形にしていきたいというふうに思ってますので、先ほど読みましたように、本当に賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひコメントに入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。